皆様こんにちは、カズマサのチャンネルへようこそ。こんにちは。いきなりだが、今日は軍事費をテーマに色々掘り下げていくぜ。軍事費。注目のテーマだよ。今、どうなってるの？まず、推計値のグラフをポンポンと出して傾向をつかむぜ。ゆっくり見たいグラフがあれば、ぜひ一時停止してくれ。一つ目は世界全体の軍事費ね。このグラフは1991年から現在までなの？冷戦終結以降の変化を追っている。金額は物価の影響を除いているので、実質値と考えてくれ。なるほど。最初少しだけ下がって、上がっているね。これが全体の動きなんだね。詳しい分析は後回しにして、次は内訳だ。こちらの円グラフを見てくれ。やっぱりアメリカが一番多いね。でも 40% 以下だよ。そうなんだ。人によってイメージは違うが、アメリカは4割以下と覚えておいてくれ。次に中国、ロシアとなる。核兵器を大量に保有しているロシアも、軍事費シェアは 5% 程度だ。各国の推移はどうなの？アメリカの推移がこちら。2011年に山があるね。いや、山があるわけじゃないんだ。アフガニスタンとイラクでの戦争が、この辺りで落ち着いたんだよ。戦争の歴史も後で説明するぜ。なるほど。そこで一旦減っているのね。動きを覚えておくわ。次に中国の推移を見せよう。これはまたわかりやすいグラフね。ひたすら上がり続けているよ。中国はまだまだ内部に問題を抱えているが、冷戦以降、全体の経済力が飛躍的に伸びた。軍事費の上昇ははっきりしている。ロシアはどうなの？ソ連時代の推計が含まれるのだが、軍事費の推移は大体こんな感じかと思われる。まず、最初にはっきりと減っているのね。そしてここ数年で急激に増えた。後で詳しく触れるが、軍事大国の軍事費推移はこんな感じだ。軍事費の次は、何のグラフなの？世界全体の紛争数を見よう。最初は減って後から増えてくるのね。U 字カーブだよ。年間戦死者数の推移も見てみよう。こちらだ。これもまたはっきりしているね。完全なすり鉢状だよ。最初減って、途中から増えている。今日のテーマはそこなんだ。紛争数も戦死者数もすり鉢状に推移している。しかし、軍事費は基本的に増加傾向だ。その背景を調べてみよう。二つのグラフを並べてみて。こんな感じだ。なるほど。二つのグラフの形状の違いを考えるのね。両者が違うのは当たり前といえば当たり前だ。ただ、今後の傾向を考える上で役に立ちそうだ。いつものように、原因を3つに絞るの？そうなんだ。1、地政学と軍事費。2、技術と軍事費。そして3、政治圧力と軍事費という3本立てで原因分析をやってみよう。わかったわ。わかりやすくしてね。了解した。まず地政学と軍事費から行こう。簡単に紛争の年表から説明するぜ。紛争の年表？冷戦終結は平和到来と捉えられやすい。しかし、その余波が世界各地に出た。1991年から2000年はその移行期と考えられる。ユーゴスラビアの崩壊やルワンダの紛争が起きた時期ね。ルワンダは別の動画で詳しくやったよ。2001年9月11日にアメリカ同時多発テロが起きた。当時ウプ主はニューヨークの大学にいて騒然となったのを覚えている。そこから対テロ戦争の時代が始まるのね。従来の戦争とは形態が違うよ。その通り。対テロ戦争の時代は、当初アメリカが圧倒的な軍事力を動かした。統計上は戦死者数が減っている。戦争の形態が変わっていったことに注意が必要だ。対テロ戦争はメディアでも大きく取り上げられたけど、裏側ではそんなことがあったのね。ところが、時代は次へ移っていく。2010年代は、アラブの春と ISIS の台頭シリア、南スーダンが大きい。戦死者数がまた増えるのね。シリアについても動画を作ったよ。戦死者数がまた、冷戦終結後に戻っている。徐々に紛争の規模が大きくなってくるんだ。だんだん、勢いを増していくね。大きな戦争が近づいてくる。2020年代は、ご存知の通り多くの紛争が起きている。ウクライナ、ガザ、そしてアフリカ各地でも紛争が起きている。ここで冷戦後、最も戦争している時代に入るのね。2020年代はまだ半ばだが、この先急激に減少することは考えにくい。でもさ、軍事費の推移を考えると、U 字カーブとは言えないじゃない？それはなぜなの？原因は複数あるんだが、世界の地政学という点では、中国の存在は外せない。2000年代に入ってから一直線に軍事費が伸びているものね。中国が15倍ほど軍事費を伸ばし、世界第2位の軍事費出費国になった。当然、周囲も巻き込んでいく。軍事費は大国だけじゃ決まらないものね。東アジアは中国の軍事費上昇に引っ張られたのね。
現在進行中のロシア・ウクライナ戦争を見ても、周囲の軍事費は引っ張り上げられる。東アジアは一見平和だが、水面下で軍事費は上昇する。これが地政学リスクだね。軍事費のことが少しずつ分かってきたよ。次に技術と軍事費という話を分析してみよう。これはなんとなく想像つくよ。技術革新と軍事費が関連しているってことだよね。無人機ドローンによる戦車や装甲車の破壊がわかりやすい。ロシアの主力戦車がウクライナのドローンに破壊された。その戦車の金額は5億円程度だとされている。軍事技術が進歩すると、大金をかけた従来の装備が陳腐化していく。5億円の戦車が壊されたの。他の戦車も怖くて使えないね。兵士の訓練内容も変わっていくよ。まったくだ。軍備が時代とともに古くなるのは当たり前だが、大金をかけて揃えた装備を交換させられる。それも対戦国だけじゃない。世界中の装備に交換を強いることになる。大きな金額が動くね。何のための技術革新なのかしら。戦争してなくても買い替えが発生する。日本も当然動いているよね。日本では防衛のための装備品の調達費として、2025年度予算で1兆7262億円が計上されている。その様子を見ても、装備一つ一つの値段が高い。高い買い物だね。でもさ、民間で開発される技術もあるでしょう？軍事技術との関係はどんな感じ？民間の先端技術研究がそのまま国防力に直結するようになっている。そこで、いち早くその技術を獲得することを考える。どういうこと？防衛省と民間企業や大学との共同研究に予算を投じているんだ。これが防衛費の増加と定義の拡大につながっている。なるほど。大学の研究費に軍事費を使っていくよね。当然、国の予算が使われる。軍事費のイメージも変わっていくね。最近、軍事技術から転用された商品が多く販売されている。その研究開発費用に国の予算が含まれていることも覚えておこう。そうだね。さて最後よ。戦死者数が U 字カーブなのに、軍事費が右肩上がりの理由、3番目を教えて。政治圧力と軍事費というテーマを取り上げよう。政治圧力？どういうこと？冷戦後、特に NATO 北大西洋条約機構を中心に、加盟国が GDP に占める防衛費の比率で一定の目標を共有する慣行が定着したんだぜ。ああ、そうよね。軍事費が努力目標みたいになってる。今、どのくらいの比率なの？ NATO は加盟国に対し、防衛費を GDP 比 2% 以上とすることを目標として掲げてきた。日本もこれに影響を受け、2027年度までに GDP 比 2% に引き上げる方針を決定したんだぜ。安全保障にノルマがあるのね。金額的にはいくらぐらいなの？ 5 年間で総額約43兆円を投じ、防衛力を抜本的に強化することを目指しているそうだ。すごいね。NATO はさらに、GDP 比を引き上げることを決定した。結局、軍事費はどんどん上昇していくね。注意したいのは、防衛費が金額ありきになってきていることだ。その国の安全保障に対する意思ではなくなってきている。どんどん国際圧力的になっているってこと？たとえ直近の脅威が明確でなくとも、同盟内での信頼性やプレゼンスを維持するため、また国内向けの強いリーダーシップを示すため、政治主導で防衛費が決められている。世界の首脳が協力して、自分たちのリーダーシップのために防衛費を引き上げている感じがするよ。まったくだ。最近の首脳会談は、自国の国民のための会談というより、各国首脳個人の互助組合みたいで、どうにも気持ち悪い。海外の敵より国内の敵なんだね。軍事費が増えていくわけだよ。軍事支出は、短期的には技術革新を進め、経済を上昇させる。しかし長期的には生産のための投資を軍事消費に回す政策だ。当然、経済を長期的には悪化させる。そうだよね。世界の軍事費がこれ以上上昇していくと、世界の長期経済に影響が出てくるね。先が暗いよ。最後にまとめると、冷戦後の軍事費増加は、単に戦争の数だけで説明できる現象ではない。1地政学リスク、2軍事技術コスト、3国際的な政治目標の設定の3つが大きく影響している。ありがとう。今日はここまでといたします。ご視聴ありがとうございました。